皆さんこんにちは。プッティモンキャレンジの時間です。今回はテキストレイヤーのアニメーターという機能を使ってテキストアニメーションを作成していきます。少し難しく敬遠されがちな機能ですが、アニメーションを一度作ってしまえば動きをそのままに文字の差し替えもできて簡単に使い回すことができるので非常に便利な機能になります。テキストアニメーターの理解が深まればただの文字ツールとしてではなく、モーショングラフィックスにも応用していくことが可能です。では早速行ってみましょう。まずはコンポの作成から行います。コントロール N を押して新規コンポジションを作成します。幅は1920、高さを1080とし、フレームレートは24とします。デュレーションは4秒としておきます。では背景を作成します。コントロール Y で新規平面を作成して背景を好きな色に変更して OK を押します。背景ができたらいつものようにレイヤーが動かないようにロックしておきましょう。では主役となるテキストレイヤーを作成して文字を入力します。コントロール T で横書き文字ツールに切り替えます。ツールパネルを見て横書き文字ツールになっているか確認しておきましょう。T という文字アイコンの左に下矢印があると縦書き文字ツールになっているので、再度コントロール T を押して横書き文字ツールに切り替えるようにしましょう。コンポ内をクリックして文字を打ちます。私はモーションとしておきます。文字が入力できたら好みに合わせてサイズやフォントを変更したり、色の変更などを行いましょう。文字パネルについてわからない点がある場合は、前回の動画を見てください。文字パネルについて一通り解説を行っています。テキストレイヤーを選択している状態で、段落パネルから中央揃いに設定しておきます。段落の設定は非常に重要な項目になります。今回はトラッキングを使って文字の間隔を広げるアニメーションも作成します。文字が左揃え、右揃え、中央揃えかによって動き方が変わってしまいます。テキストレイヤーを作成した際には段落がどこに設定されているのかを確認するようにしましょう。フォントが整ったらテキストレイヤーを画面の中心に移動させましょう。コントロール、ボルト、ホームでアンカーポイントをレイヤーの中心に移動させてから、コントロール、ホームでテキストレイヤーを画面の中央へ移動します。テキストレイヤーは文字のサイズやフォント、カーニングなどを変更すると中心がずれるので、画面中央に配置したい場合は、フォントのデザインが決まってから行うようにします。テキストの準備が整ったのでアニメーターを見ていきましょう。テキストアニメーターでは、位置や回転、スケールなどの様々なプロパティをテキストレイヤーに追加して、さらにそれらをコントロールしてアニメーションを作ることができる機能です。今画面に流れているようなテキストアニメーションを一つのレイヤー内で作成していきます。まずはテキストレイヤーの中にあるアニメーターと書かれた箇所の右にある三角ボタンを押します。ここではアニメーターに追加する要素を選択することができます。今回は下から中央に向かって移動してくる動きが最初にあるので、まずは位置を選択してください。追加された位置の Y 軸を調整してテキストを下に下げておきます。テキストレイヤーのアニメーターという機能の考え方ですが、追加したプロパティに設定された値、今回で言うと位置情報ですね。位置を使って下に移動させた情報と、もともとテキストが持っている位置情報の差分をコントロールしてアニメーションさせます。なので、例えばサイズが小さい状態から大きくなるといったアニメーションをつけたい場合は、あらかじめサイズを小さくしている情報を追加しておく必要があります。同様に透明な状態から徐々に可視化させたい場合は、あらかじめ不透明度を下げた状態を作っておくといったイメージです。で、その差分をどのようにアニメーションさせるかを決めるのが
範囲セレクターという項目になります。テキストをアニメーションさせる際に非常に重要な項目になります。範囲セレクターは追加したプロパティの影響範囲を決める項目になります。範囲はこちらの開始、終了、オフセットで確認できるほか、コンポ内にあるテキストレイヤーにも表示されています。文字の両端にある縦のラインが範囲となります。私と同じ画面になっていないという方は、テキストレイヤーの中にあるアニメーター1や範囲セレクターをクリックして選択してください。すると範囲が表示されるようになります。左にある縦のラインが開始範囲を表し、右にある縦のラインが終了範囲を表しています。開始と終了の範囲内にある文字が先ほど追加した1プロパティの影響を受けていることになります。では開始範囲を変更してみましょう。テキストの左にある縦のラインの中心にカーソルを合わせます。するとアイコンが範囲セレクターを調整するカーソルに切り替わります。その状態で右にドラッグすることで開始範囲を動かすことができます。コンポ内で開始範囲を動かすとテキストレイヤーの中にある範囲セレクターの開始という項目の値も変動していることが確認できます。どちらからでも編集可能です。開始の範囲を動かして狭くしました。追加した1プロパティは範囲内でのみ影響を受けるので、範囲の外にある文字が元の位置に戻っていることが確認できます。同じように終了範囲も動かしてみましょう。範囲を狭くしました。範囲内に残された t と i の文字だけが最初に追加した1プロパティの影響を受けています。これで範囲セレクターの開始と終了については分かりました。その下にあるオフセットは開始と終了で決めた範囲を保ったまま位置をずらすことができる項目になります。範囲内で影響を受けるという特徴を利用してテキストアニメーターでアニメーションを作っていくことになります。では、動きの詳細を詰める際に重要となるコードについて見ていきましょう。コードを開いてみましょう。いろいろと項目が出てきました。順番に見ていきましょう。まず単位です。こちらはすぐ下にある基準と密接な関係にあります。現在、単位は%になっています。範囲セレクターの開始と終了の値も%表記です。これは最初の文字の開始位置を 0% とし、最後の文字を 100% として範囲を表しています。どれだけ文字数が増えても開始の文字が 0% で終了の文字を 100% として範囲を設定できます。では、インデックスにするとどうなるか見てみましょう。インデックスにすると範囲セレクターの値も%表記ではなくなります。インデックスでは文字や単語にそれぞれ数値が割り当てられます。何を基準に割り当てるかを単位の下にある基準で設定します。初期設定では基準は文字になっていますので、文字それぞれに数値が割り振られています。開始位置が0で、文字が増えるたびに数字が割り当たっていきます。今回のテキストだと、文字の開始位置が0で、M が1、O が2、P は3といった感じで数字が割り当たっています。なので、開始の値を一つずつ上げていくと、一文字ずつ範囲を調整することができます。%だと大まかな調整で、インデックスだと文字単位での調整がやりやすくなります。ただ、文字数が変わると、インデックスの値も影響を受けるので、文字を差し替えたりすると、その度に値が変動するので、汎用性がないと言えます。なので、文字の差し替えを考慮して、今回は%にしておきます。では次、基準。こちらは先ほど少し触れましたが、単位の基準をどうするかを決める項目です。現在は文字単位になっているので、一文字ずつに値が割り振られています。例えば、文字から単語に変えると、単語単位で値が割り振られます。テキストがモーショングラフィックスだとすると、モーションとグラフィックスの2つに分かれるといった具合です。アニメーションさせる場合も一文字ずつではなく単語ごとに動くことになります。今回は一文字ずつアニメーションさせたいので、
基準は文字としておきましょう。次にモード。こちらは基本は重のままで OK です。現在にすると範囲セレクターで設定している範囲が反転します。その他のモードは範囲セレクターが複数ある場合に作用します。以前にシェイプレイヤー入門で行ったマスの結合の型抜きや講座などに似た効果になります。正直使うケースは限られているので、今回の説明はここまでにします。次に量。こちらは追加したプロパティの値の影響度を決める項目です。今回で言うと、1プロパティを追加して下方向に移動させているので、0% にすると1に入力した値の影響度が0になり、テキストは元の位置に戻ります。こちらの項目にはマイナスの値も入力することができます。例えば、マイナス 100% にすると、追加したプロパティに入力した値を反転させる結果になります。追加したプロパティの値を変更せずに反転させたい場合や、影響度を調整する際には便利な項目となりそうですが、そこまで出番はないかもしれません。今回は 100% のままで OK です。次にシェイプ。こちらは重要な項目の一つです。シェイプを変えることでテキストの動き方が変わります。この項目は非常にわかりにくい部分なのですが、範囲セレクターの形状を変える項目と捉えると一気にわかりやすくなると思います。わかりやすいようにそれぞれのシェイプの形状によって動きがどう変わるのかの動画を用意しました。シェイプが矩形だとこのような形状です。下のピンクの色の図形がシェイプの形状で、円形が並んでいるのがテキストレイヤーの文字だと思ってください。シェイプの形状によってテキストのドットが押し上げられているというイメージです。矩形は一つの文字のアニメーションが完了したら次の文字といった感じで滑らかな動きには不向きと言えます。では上へ傾斜を見てみます。上へ傾斜ではシェイプが坂の形状になっているので滑らかにドットが動いています。矩形だと一文字ずつの動きでしたが、上へ傾斜を使用すると文字が連なって徐々に動き始めます。文字を出現させる際のインアニメーションなどに向いています。下へ傾斜は上へ傾斜の反転バージョンです。こちらは主に文字のアウトアニメーションなどで使われます。三角形ではどうでしょうか？図形が三角形なので、その形状に合わせてテキストが動いていることが確認できます。円形、滑らかも同じように形状に合わせてテキストが押し上げられているイメージになっています。自分が再現したい動きに合わせてシェイプを選択しましょう。今回はよく使うことになる上へ傾斜を使用します。ではアニメーションさせてみましょう。範囲セレクターのオフセットという項目を使用して動きをつけていきます。開始と終了を使ってアニメーションさせてもいいのですが、こちらはあくまでも範囲の調整に使用した方がいいと思います。開始と終了にキーフレームを打ってしまうと、後々範囲の調整をしたい場合にキーフレームが邪魔になり調整が面倒になるからです。アニメーションはオフセットに任せて、後で範囲を調整したいとなった場合のために開始や終了のプロパティは残しておきましょう。範囲を微調整しながらアニメーションさせたいといったこだわりがある場合はその限りではないです。動かし方や状況に合わせてどこにキーフレームを打つか決めましょう。では開始フレームでオフセットをマイナス 100% にしてキーフレームを打ちます。30フレームほど進めて 100% に変更します。再生してみましょう。これで文字が順番に下から元の位置へ戻るといったアニメーションが完成しました。このままでは動きが一定の速さで面白めに書けるので、緩急をつけたいと思います。いつもならキーフレーム速度の影響の値を調整して緩急をつけますが、テキストアニメーターにはあらかじめ緩急をつけるための項目が用意されているので、今回はそちらを使ってみましょう。イーズ高くとイーズ低くという項目があります。文章だけだといまいちわかりづらいのですが、こう置き換えるとわかりやすくなると思います。イーズ高くは出る速度で、イーズ低くは入る速度の調整になります。
なので、イーズ高くは動き始めの減速具合を決める項目になり、イーズ低くは動き終わりの減速具合を調整する項目になります。余談ですが、こちらの項目の数値にはマイナスの値を入れることができます。これによりややこしくなるのですが、マイナスの値にすると効果が入れ替わります。イーズ低くは動き終わりの調整と言いましたが、イーズ低くにマイナス100と入れると動き始めが遅くなるので注意してください。最初のうちはマイナスの値を入れない方が理解しやすいと思います。では、数値を好みで入力して動きを確かめてみてください。私はイーズ高くを60に、イーズ低くを100とします。再生してみましょう。動きに緩急がつきました。では、一応最後の項目も見ておきましょう。順序をランダム化。こちらをオンにするとテキストの動き始めがランダムに変更されます。再生してみましょう。左から順番に移動していた文字が開始のタイミングがバラバラになっています。順序ランダム化の下にあるランダムシードという項目はランダム具合を調整する項目です。いいと思える動きを引くまで回し続ける無料ガチャのような存在です。こだわりの強い方はいい動きを引くまで根気強く粘りましょう。これで基本の動きは完成しました。アニメーターのいいところは動きさえ作ってしまえばさらにプロパティを追加して要素を増やすことができる点です。今作ったのは1だけの動きですが、このようにスケールや回転といった動きも付け足してみましょう。アニメーター1の横にある追加を押してプロパティからスケールと回転を追加しましょう。すでに動きを付け終わったアニメーターに追加するのが重要なポイントです。では、スケールの値を0にして、回転を60にしてみます。再生してみましょう。スケールと回転のアニメーションも追加されました。動きはアニメーター1の中で管理されているので、動きをつけたアニメーターにプロパティを追加するだけでアニメーションが作られます。アニメーターに設定した動きとは別にアニメーションをつけたい場合は、テキストの右にあるアニメーターから追加していきます。試してみましょう。アニメーターから字送りを選択しましょう。字送りは前回の文字パネルで紹介したトラッキングと同じ効果で文字同士の間隔を調整できます。トラッキングの量の項目にキーフレームを打ってアニメーションさせましょう。私は20フレームのところでキーを打ちます。そこから30フレーム進めて、トラッキングの量の値を上げてみましょう。私は100とします。モーションツールやキーフレーム速度を使って入る速度と出る速度の調整を行ってから再生してみましょう。これで2つ目の動きを追加できました。では最後に文字が上に移動しながら消えていくアニメーションを作って完成させましょう。ある程度理解できたかもという方は、ここからは手順を見なくても作れるようになっているかもしれません。一度試してみてください。不安な方は私と一緒に進めてみましょう。まず、これまで作成したアニメーター1と2とは別の動きとなるので、新しくアニメーターを追加する必要があります。基本となる動きはアニメーター1と似ているので、アニメーター1を複製して使いましょう。アニメーター1を選択して、コントロール D を押して複製します。これでアニメーターが3つになりました。数が増えてきて、どのアニメーターがどういった動きかわからなくなるので、アニメーターの名前を変更してみましょう。名前を変更したいアニメーターを選択した状態でエンターキーを押すと変更可能です。文字の入りの動きをつけたアニメーター1はインとします。アニメーター2はトラッキングなので、そのままトラッキングとします。アニメーター3は文字が出ていく動きにするのでアウトとしておきましょう。ではアウトを開いて不要なプロパティを削除します。スケールと回転は不要なので選択してデリートキーで削除しておきます。次にオフセットに打たれているキーフレームはこのままだと出現時のタイミングなので文字をアウトさせたいタイミングまで移動させましょう。今回はトラッキングのアニメーションが終わるタイミングである50フレームから
動き始めるようにしておきます。今のままだと1の値がINのアニメーターと同じなので変更します。Y 軸を調整して文字を上に移動させておきます。一度再生してみます。アニメーションの開始位置が上に移動し、作ろうとしているものとは違う結果になっています。これはコードの中にあるシェイプが上へ傾斜のままになっているからです。下へ傾斜に変更して再生してみましょう。完成に近づいてきました。文字が入ってくるインアニメーションには上へ傾斜がおすすめですが、アウトアニメーションでは下へ傾斜にします。動き始めをどこの文字からにしたいかでシェイプの種類を決めてみるといいかもしれません。例えば最後の文字から動きを開始させたい場合は、上へ傾斜のままにしてオフセットの値を反転させます。今、オフセットはマイナス100から100になるようにキーが打たれているので、こちらを反転させます。キーフレームを選んで、キーフレームの上で右クリックしてください。キーフレーム補助から時間反転キーフレームにすると、キーフレームを反転させることができます。これで再生してみると、最後の文字から動き出すように変化させることができます。アニメーションが意図しない結果になっているときは、シェイプが何に設定されているかと、オフセットの数値を見てみると解決するケースが多いです。今回は動き始めは最初の文字からでいいので、下へ傾斜にしておきます。イージングを調整しておきましょう。イーズ高くを0に、イーズ低くを100にしておきます。最後に文字が上へ上がると同時にテキストが消えていく表現にしたいので、アウトに不透明度のプロパティを追加し、不透明度を0にしておきましょう。再生してみます。うまく動きは再現できたでしょうか？アニメーターは少し難解で軽減されがちな機能の一つですが、使いこなせると非常に便利な機能となります。今回作成したアニメーションも一度作ってしまえば、動きをそのままに文字の入れ替えも簡単にできます。少しずつ手になじませてものにしましょう。今回はここまでです。いかがだったでしょうか？少し複雑な機能でしたが、アニメーターを追加して動きを作っていけるようになると楽しくなってきます。ぜひ習得して活用してください。次回は今回作成したテキストアニメーションやシェイプレイヤー入門で作成したアニメーションなどをプリセット化する方法を見ていきます。プリセットとして登録しておけば、いつでも簡単に呼び出すことができるので時短につながります。素材をいっぱい作って自身のストックを貯めていくのもいいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。